こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、賃金制度について解説をしていきたいと思います。会社の雇用形態ですとか業種によってですね、賃金形態というのは様々だと思います。そんな中で比較的多く採用されているのは固定残業制と言われる制度ではないでしょうか。ただ、この固定残業制ですけれど、少し運用が難しい。また、求職者からすると、この固定残業制を採用している会社はブラックだというような認識が比較的多く広まっているのではないかなというふうに思います。この固定残業制ですけれど、もちろんメリットというのもありますので、この固定残業制の内容、そして運用上の注意点ですね、そちらを解説をしていきたいと思います。要件を守って正しく運用していくと、非常に良い賃金制度の一つだと思っております。今回の概要ですけれど、まずは固定残業制とはどういったものなのかについて解説をして、そしてこの固定残業制タイプ2種類ありますので、そちらをご紹介をしていきたいと思います。そしてこの固定残業制の運用上の注意点、メリット、デメリットについて見ていった上で、ただ最近はですね、固定残業制廃止をしたいという相談が非常に増えてきました。この固定残業制、会社の一方的な廃止ができるのかどうかといったところを検証した上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、固定残業制とタイプについて見ていきたいと思います。この固定残業制ですね、言い方は様々だと思います。固定残業制、定額残業制、みなし残業制、様々かと思いますけれど、制度自体は昔からある制度、賃金制度の一つではあります。1990年代頃、平成に入ったぐらいから増えたというふうに言われております。そして実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ決められた残業代が支給される制度という形になりますが、もちろんですね、実際の残業時間があらかじめ定められた残業時間を超えた場合は残業代を支払わなければいけないというのは必ず決められていることです。そしてこの固定残業制のタイプですけれど、大きく2つあるのではないかなというふうに思いますが、まずは手当型と言われるものです。こちらはですね、基本給には含めないで、基本給とは別に固定残業手当、といった名称などで固定残業部分を支給をするものという形。そしてもう一つが埋め込み型と言われるもので、基本給の中に固定残業部分が埋め込まれているもので、基本給と言われるものはその内訳として純粋な基本給部分と固定残業手当部分に分かれてくるといったものになります。ただ、いずれのタイプを採用しているにしてもですね、この固定残業部分に関しては、労働時間数ですね、この固定残業に含まれる時間外の労働時間数と金額の計算方法というのは明らかにしておかなければいけないという形になります。そしてこの固定残業制の注意点、メリット、デメリットではありますけれど、この制度を運用することによるメリットですけれど、労働者側からするとですね、収入の安定化といったところが一番のメリットかなというふうに思います。業務の換算があって、残業が多い月、少ない月というのが出てくると、結果として受け取る賃金の額も大きく変動してくるという形になりますので、この制度を採用している場合、ある程度収入の安定化、一定化、平準化が図れるということで、収入の安定化に役立つといったところ、またですね、業務の効率化の意識づけに役立つというふうにも言われております。所定の時間外労働というのが手当として支給されております。そしてその所定の時間外の労働をしなくてもですね、この手当部分はもらえますので、早く帰れば、
自分の時間を確保しながら労働効率が上がるという形になりますので、最近はですね、生産性向上、業務効率化というのが非常に強く叫ばれておりますけれど、この制度を運用することによって従業員へ業務効率化の意識づけに役立つというふうにも言われております。また、給与計算の効率化といったところもメリットではないかというふうに思います。一定の時間を超えない場合は定額で固定残業代として支給されますので、賃金の割増部分の計算というのがなくなるということで、計算の簡略化が図れるといったメリットがある。そしてデメリットとしてはですね、基本給が低く抑えられる場合があるという形で、埋め込み型の場合は基本給という額が表示されておりますけれど、実は純粋基本給部分はもっと少ないという形になってくる。そうしますと結構出てくるのが、最低賃金を実は割っているといったケースが出てくる。そういった形で賃金の部分の確認も必要かと思いますけれど、基本給が実は少なかったといったケースが出てくる。またですね、歩合給が生じる場合ですね、固定残業財政を採用していない場合ではありますけれど、割増賃金というのは、計算上除いていい賃金というのは限定的に列挙されておりますので、それ以外は含めて賃金の単価を計算しなければいけない。歩合給のようなインセンティブが出てくると、当然固定残業の単価も変わってきますので、そこに含まれてくる当初設定をした時間外労働の時間というのも変わってくるという形になりますので、会社の制度として歩合給などを採用していて、この固定残業制を採用していると非常にかえって賃金計算が複雑になるというケースがありますので、ご自身の会社のその他の賃金体系もよく見た上で、この固定残業制というのは採用していってほしいというふうに思います。やはりですね、特に多いのがインセンティブを支給をしているというような会社さんで、時間外割増ですね、結果として固定残業代に含まれる時間外労働の時間数は減っているにもかかわらず、当初のまま時間数を計算をしていて、未払い賃金が発生をしているというケースも出てきておりますので、注意が必要です。そして会社の一方的な廃止の是非ということで、最近はですね、固定残業制、もちろんメリットはあるんですけれど、求職者側からの風潮としてあまり好まれていないという風潮、こういった制度を採用している会社は良くないのではないかという思いが強い関係でですね、会社側としては固定残業制を廃止をしたいといったケースの相談が多くなってきております。会社側からの言い分としては、こちらは残業であるという形、そして残業しなくても払っている部分で、残業の未発生部分に関する部分なので、会社が廃止をすることは自由にできるはずだというように主張する会社さんが非常に多いというのが個人的な感じです。ただですね、残業は未発生であっても満額を支給をしておりますので、こちらは結果として労働者の権利として発生をしているというふうに捉えられますので、会社の一方的な廃止というのは難しいと考えていただければと思います。では、この固定残業制廃止をしようとした場合、どのような手順を踏んでいくかということですけれど、もちろんですね、廃止に向けて従業員に丁寧に説明を行った上で合意を得てもらうというのが大前提になっております。そして一方的な廃止ではですね、従業員の不利益変更になってしまう可能性がありますので、その場合はですね、一定の代替措置ですとか移行措置というのも作っていただいて、労働者との合意を取りながら徐々に廃止をしていく、移行をしていくといったところが一番トラブルの少ない廃止の方法かなというふうに思っております。そして最後に注意点とまとめですけれど、この固定残業制ですね、就業規則等に記載をして従業員に周知をしてください。当事者間双方での合意が必要な内容になりますので、労働者の十分な理解を得てもらってトラブルの防止に役立ててほしいと思います。そして時間外労働の割増賃金の部分ですね、昔はですね、このみなし残業制、固定残業制は残業し放題というような認識が強かったんですけれど、そうではありませんので、みなし時間部分を超える部分は別途残業代を支払う必要がありますので注意が必要。
そして最低賃金のチェックということで、特に埋め込み型ですね。形式的な見た目としての基本給は高いんだけど、そこに含まれる実質的な純粋基本給部分で最低賃金を計算をした場合は、最低賃金を下回っていたというケースが非常に多く見受けられますので、この最低賃金下回っていないかどうか、そしてこの最低賃金毎年10月に変わっていきます。全国平均で1000円を超えて、今後はですね1500円を目指していくという流れになっておりますので、非常にここの部分チェックをしっかりやってほしいと思います。固定残業制はですね、ルールを明確にして運用をすることで業務効率化にも役立ちますので、まずはそのルールというのをしっかり把握をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。